眠くない。はい、ババンババンバンバン、あったビバビバババンババンバンバン、あったのの、ババンババンバンバン、あったビバビバババンババンバン、あービバババン。お、ゆりたんは度胸がありますね。はい、藤子さんでございます。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様、積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのように、にゃんこにカリカリとシーバーを用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて、瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そしてそのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押してスパチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのが、三毛猫のたまちゃん、白茶のゆりさん、グレーのぐーちゃん、画面に収まっておりませんが、白黒のくーたくん、チャトラのまさるくんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。ねえ、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいなと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからシーバーをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにシーバーあげようかなと思われた方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。ね、今、ライブが始まる直前に、なんか雷が鳴り出してね、雨がザーザー降り出したんだけどさ、まあね、ちょっと迫力のある雷が鳴ったもんだから、抹茶が逃げ出しました。どっか行ったな。で、今なんかね、天井がミシミシっていう音が聞こえたわけよ。で、えって今なってな、ちょっと見上げたよみたいな。去年だったか一昨年、もう一昨年なのかな。がね、向こうの部屋がさ、突然雨漏りしたっていうことがあったんでさ、また雨漏りかななんてちょっとね、今思ったわけでございますよ。で、1日1個猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティースって言います。で、なんでジャスティースって言うかっていうと、後ろにいるうさ耳をつけていて、左腕が取れている黒い観音様がこの番組のチーママでございまして、名前をたけしと言いますよ。で、たけしの言葉で乾杯のことをジャスティースって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。はい。では、いきますよ。せーの。ジャスティース。たまちゃん。ジャスティース。またマウンティングしてんのかな。今日も氷が入った冷たい水。今日雨が降ってきて、なんかちょっと気温が下がったのかな、どうなのかわかんないけどさ、今日はさ、気温が多分そんなに高くないんだろうな。だからエアコンがさ、回ってないっぽいんだよ。エア
コがなんかね、効いてないみたいなんで、で、蒸してるんで、なんか蒸し暑い感じでさ、で、さっきこの首につけるだけ、ネッククーラーっていうんだっけ、あれつけてたんだけど、なんかあれもなんか蒸れちゃってあっちいよみたいな感じだったんだよね。でね、なんかもう暑いなと思ってたんだけど、今そうでもない感じ。いつもだからライブ本番になるとさ、あっちよって感じだったんだけどさ、LED に照らされて、まあ LED はずっとついてるか。だから照明つけるのか、ライブになるとな。なんか照明が暑いのかな知らんけどさ、あっちよって感じだったんだけど、今日はな、雨が降ってるせいか、いつもは始まると暑いのにね、今日は始まってからの方が、なんかちょっと涼しいかな、みたいな感じでございますね。今日は視聴者が誰もいないみたいだ。じゃあ、タロットカードタイムに行こうかって視聴者いなかったら、ね、ストップできないからタロットカードタイムに行けねえな。で、今日は日曜日でね、そうだから本当はフリマ出店するつもりだったのが、台風の影響で中止になり、で、まあ、髪切り行ったわけよね。じゃあと思ってさ。で、普段だったら土日は混んでそうだから嫌だなって思うのにさ、美容院ね、予約しようかなって思ったら、他のところは全部埋まってんのに、なぜか知んないけど、日曜日がね、ガラ空きだったんだよね。だから、これなんでだろうなと思って。まあ、空いてるってことは混んでるわけではないんだろうから、まあいいかと思ってさ。で、日曜日の昼まで予約してあって、で、それで行ってきたんだけどさ。だから、ああ、そっか、もしかして台風の影響で、みんなね、その美容院行くのをやめて、他の曜日にしてたのかなと思うんだけど、まあ実際そんな影響はね、そんなないっていうか、やっぱりさ、雨が突然ザーッと降って、でね、なんか、止んで、晴れて、みたいなさ、そんな感じで。で、まあね、行きは、ひとまず、傘は持ってったのかな。傘持ってって、でね、レインブーツ履いて、で、行ったんかな。で、その時は降られてなかったんだと思うんだよね。で、帰りも晴れてたんだよ。めっちゃ晴れてっからね、だから、晴れてて。で、来てもらってる間、やっぱりね、ザーって降ったり、止んだり、降ったり、止んだりをさ、繰り返してたんだけど、私が帰るときはめっちゃ晴れてたんでさ、ああ、晴れてよかったですね、みたいな感じだったんだけど、結局晴れてんのにさ、すごい降ってきて、晴れてんのにすっげえ降ってきてさ、あ、傘持っててよかったみたいな感じでね、一応傘が役に立ったよみたいな、状態でございましたね。で、今日は初めて行くところ、まあ地元にそっか、あったっけいつもだからさ、なんだろう、道路を渡った向こう側ってあんまり行かないわけよね。あんまり行かなくて。で、まあ、郵便局までは行くけれども、郵便局より先にはさ、行くことがないわけよ。で、郵便局の先に、なんだっけ、美容院があって、いや、そっか、ね、地元にあったんだな、なんて思って、で、まあ、そこに行ってみたんだよね。で、だから初めての人だったんだけれども、まあ、髪の毛の量が多いですね、と。まあ、そうですね。そうなんですよ。だから私もね、自分で限界で、だからいつも限界になるとね、こう髪切りに行くんですよ、みたいな感じでいたわけよね。で、なんかやっぱりね、多いんで、で、いつも言われてるんだろうなって思うんだけど、なんかどうしても髪の毛の量が多いですよねって言いたくなるぐらいのね、多さだって言われて、なんかついどうしても言っちゃいますねっていう風に言われて、あ、そうですよね、なんつってさ。でね、なんか、今まで触ってきた人の中で多分一番多いと思いますって言われて、そんなにですかねつって。で、私は自分では年取ってね、だいぶ減ったなって、これでも思ってるんですけど、逆に恐ろしいですよね。
前どんだけ多かったんだよっていうね、感じで、なんか逆に恐ろしいですよね、なんていう感じでね、話が結構ね、合う感じでね、楽しく過ごすことができましたよ。天太さん、遅れてジャスティス、藤子さん、皆様、こんばんは。坊さん、本日もお付き合いよろしくお願いいたします。まあ、今日はもう誰もいないみたいだからやめようかと。もう店じまいすっかとかって思ってたとこだったんだけどな。話、つなぐことができるだろうか。で美容院ってで髪の毛の量が多いと、ね、でいつもそうなんですよ。限界になってね、短くして、あっさり切ってみたいな感じでね、いるんですよ。でね、髪をさ、多いからすいてくれるわけよね。すいてくれるんだけど、その時もさ、なんかね、すいて、で、手元に溜まったのを払って、で、すいて手元に溜まったのを払ってっていうさ、動作を繰り返すんだけど、それをさ、鏡越しに見てる時にさ、なんか猫のブラッシングを思い出してさ、なんか猫っていくらブラッシングして毛を取ってもさ、どんどん出てくるからさ、で、もう一匹分ぐらいできるじゃんか。でもね、まだ抜けるみたいな感じだからさ、これどうなってんだろうっていうさ、なんか錯覚に陥るっていうのかな。そんな感じなんだけど、なんかそれに見えてそれに見えて。で、なんかね、切ってる人もそう思ったらしいんだよね。まあ、猫がとかは思わなかったみたいなんだよ。なんか犬飼ってるらしくって。だから猫っていう感覚ではなかったらしいんだけど、ただこんなに空いちゃって大丈夫なのかなって思うんだけど、なんかあれこんな空いていいんだっけって思って、なんかやりすぎたかなって思っちゃうんだけど、なんかね、実際頭見ると、あ、まだある。あ、まだあるな、まだやっていいんだよな、みたいな感じで。なんかすげえ、やってもやってもなくならないから、あれみたいな、なんか感じになるらしいんだよね。で、ここまでやりましたが、まだ前しか終わってませんとか言われて、あ、ね、ほんと、お手数おかけしますってさ、なんかいつもね、美容師さんに申し訳ないなっていうね、思いで切ってもらうんですよね、みたいなね。そんな感じだったよね。なんか髪の量が多いっていうのがね、なんかネタになってる日でございましたね、今日はね。てんたまさん、おりゃんな、誰もおりゃんだろう。だからちょっと話のネタがね、続かないので、店じまいしようかと思ってたとこだったよ。てんたまさん、物思いにふけるゆりさんね、なんかね、ここにいてくれてありがたいよな。てんたまさん、髪が多いとすいても終わらないですよね。そう。ね、ただまあね、少ないっていう悩みよりは、まあ多いっていう悩みの方のが、贅沢なんだろうけどもよ、みたいなね。多けりゃ多いで、それなりにまああるんすよっていう感じだよな。てんたまさん、ショーマスとゴーンです。なんか違ってんだろうな。なんだろうな。映画のタイトルか、なんかかな。なんかこの現象のことをそうやって呼ぶのかな。このカオスな状態のことをな。そうだから髪多いとさ、何にしても時間がかかるっていうの。だから今日の人は髪切ってる時点でもう、ああってなってたけどさ、ね、で、髪切るのもね、時間かかるし、で、なんだっけ、まあ、シャンプーはそんな変わんないのかな。でね、髪の毛のさ、なんだ、カラーリングか。カラーリングとかするんでもさ、途中で足りなくなるね。で、また作りに行くっていうね、ことが大概起きるよね、みたいなね、感じ。でね、だから髪の毛乾かすのもまた時間かかるんでさ、なんか二人がかりとかでやってくれたりね、するんだけど、まあ今日のところはそんな感じではなかったかなって
感じだったんだけど、そうで、大概美容師さんがさ、座る椅子ってあるじゃんか。でね、その椅子がなかったのか、ただその人が使わない主義なのか、なんかわかんないけどさ、結構背高い人だったんだよね。背高い女性の人だったんだけどさ、でね、下の方を切るときにさ、その自分の目線に合わせて、なんか切るときに、なんかひざまずいて切ってたんだよね。だからその回数が多いわけよ、髪の毛が多いから。ね、だからなんか、ね、その膝がね、心配になっちゃうっていうの。ね、なんか自分も膝をつく仕事してたわけよ。で、まあそんなに長くやってないっていうか、私はね、だいたい4年半でクビになるサイクルなのね。で、まあ4年半でクビになったんで、まああんまりね、長い期間働かなかったから、まあまだ良かったんだけれども、そこの職場がね、どうしても膝をつくね、仕事だったわけよね。まあ、それで、膝が傷んじゃうんで、なんかね、あまり長くは続けたくないよな、みたいな感じのね、仕事だったんだけど、なんかそれを思い出しちゃってさ、膝つかない方がいいよ。椅子椅子ないのかな、椅子買ってあげてほしいな。それともね、使わない主義なだけかなって思うんだけどさ、いや、椅子は使った方がいいよってなんかね、なんか余計な余計な心配をちょっとしてしまったなっていう感じ。で、たまさん、首に向かって、働いてたんですか？首に向かって、4年半別にね、自分はね、辞める気ないんだよ。いつも、定年まで働きますっていう、意気込みで働いてんだけど、なんかね、クビになっちゃうんだよね。クビになっちゃうんで、だからまあ、これはダメだなと。社会不適合者だからな、ダメっていうことだっていうのでサボったわけよ。だからもうね、それからお勤めするのをやめましたっていうね、今に至るっていうね、状況でございます。で、今日は、あと、帰ってきてからね、帰ってきてからまあ時間あって、で、またほら、郵便局の方だからさ、そっちの方のスーパーね、なんか面白いもんあるかなと思って買い物がてらついでに寄ったんだけど、今日は何にもなかったの。今日は何もなかったの。ね、だからフルーツほら50%引きとかさ、なんか梨安くなってたりとかしないかなと思ったんだけど、まあスイカがあってさ、スイカかと思ってね、スイカどうしようかなって思って。で、さゆりさんが確かね、この前スイカが何分の1だったっけ？ 8 分の1だったっけが700円かなんかで売ってるっつってたっけ？なんかスイカ確か高いとか言ってたよなと思って、いくらかなと思ってさ、まあ値段だけ一応見たんだけどね。まあ、700円ってわけではなかったかな。まあ、4、500円ぐらいな感じかね。なんか400いくらとか、そんな金額だったかなって思うんだけどさ。まあね、700円ではないけれども、まあどうしても食べたかったら買うんだけど、まあそこまでではないなと思ったんでさ。なんかちょっとね、なんかちょっと、これはいいかなみたいなものがなかったんで、結局ね、わざわざね、せっかくスーパーのそばには行ったんだけれども、まあ、買わずにね、今日は帰ってきたよっていう感じかな。で、帰ってきてから目の前の前バスに行って、で、米の棚を見てみたら、やっぱりね、すっからかんで、まだ米騒動は続いてるなと思って、まあ、だったらね、もち米もなかったりするって思ったんだけど、やっぱりもち米はあったんでね、もち米はあるなと思ってね、なので、もち米を買って、で、あとね、この前のそうめんオフ会の時にさ、カニタンさんがね、私に米粉をプレゼントしてくれたわけよね。2キロ米粉をプレゼントしてくれたんだけど、それがさ、なんか製パン用って書いてあったわけ。で、製パン用と思って、米粉でパンは多分作れないと思うんだけどなって半信半疑でさ、
半信半疑なんだけど、作れたらまた世界が広がるから、それはそれでいいよねと思って。だからちょっとね、それでパンを作ってみたいなって思ってたわけよ。でね、もうパンは作らないつもりでさ、なんだっけ、イーストか。イーストはもう使い切っちゃってたんでね、イースト買ってこないとパン作ろうにも作れないんだよねと思って。なので今日は米粉とね、イーストを買ってきたんだよね。ただお会計したらさ、1000円超えだったわけ。だから、あれと思って。なんでそんなするんだとかって思って。で、イーストの値段を今まであんまり気にしてなかったけどさ、ただもち米も1キロだから、5、600円程度のもんでしょと思って。で、イーストも2、300円程度のもんでしょうと思って。だから両方合わせて1000円はいかないぐらいかなと思ってたのに、1000円超えだから、あれと思ってさ。なんでそんなすんだろうと思ったんだけど、なんかイーストがちょっと量が多い。だから小分けになってたわけよ。1回使い切りのが6個入りっていう感じだったんだけど、大きいの、小分けになってないやつだったんだよね。それでお得用だよ、みたいにして売られてるんだけど、ただイーストね、空気に触れちゃうとさ、途端にダメになっちゃうんでね、早めに使い切らなきゃならなくなるんで、それだとさ、ね、できれば小分けの方のが良かったんだけど、それしかなかったんでね、それを買ったんだけど、中身がそうなっててさ、だからかなと思って、なんかちょっとね、高いっていうのなんか400円ぐらいする感じで、米粉もだから、米粉じゃない、もち米もね、多分ね、高かったんだよね。前はだから500円ぐらいで買えたんじゃないかと思うのが、多分600円ぐらいにね、なんか100円ぐらい、あ、高かったんだろうなっていう感じ。なんか1000円超えだったのがちょっとびっくり。びっくりしたけど、みたいなね、感じ。てんたまさん、ついた仕事が向かなかったのでしょう。そうなのよね。だから私に向く仕事が何なのかがさっぱりね、わからない。今まで。もう何十個仕事したかわかんないけど。多分40件ぐらい仕事してるからね。それで、仕事が見つからないんだから、ダメでしょっていう感じよね。てったさん、カニタンさん優しいですな、もうほんと。ほんとだよ、もうね、ありがたいよ、そんなね、優しい視聴者さんにね、支えられ、ほんとな、感謝。で、その米粉がさ、製パン用って書いてあったから、だから本当は朝のコーヒーのお供に米粉のパンケーキを作りたかったんだけど、一旦先にちょっとパンを作ってみたいなって思ってたわけよ。で、もしそれでほら、パンが作れるようだったら、それでね、パンケーキ作っちゃうのはもったいないなっていうふうに思って、なのでちょっとね、イーストを買ってくるのを待ってたんだよね。で、今日はイースト買ってきたんで、早速、ホームベーカリーで普通にね、強力粉で、パンを作るのと同じ分量で、それをね、強力粉を米粉に変えて、で、作ってみたんだけれども、やっぱりね、案の定ダメだった。案の定ダメだったんだよね。っていうね、感じよ。ふにさん、髪型めちゃ可愛くなってますね。ね、今だけ。今だけな、もうすぐに崩れっからこれ、みたいなね。今だけよ。てんたまさん、ふにさん、お待ちしておりました。はい。ね、めっちゃ絡んでください。暇なんで。暇なんでめっちゃ絡んでください。ね、で、やっぱりダメで、最初はね、なんか普通にこねてる感じなんかね、強力粉で作ったパンの生地をこねてるような感じで、これはいけるのかと思ってさ、もうすげえなって思ったんだよね。何が違うんだろうね、なんていうふうに思ったんだけど、結局ね、途中で覗いたら全然ね、シャバシャバ。
全然シャバシャバになってからおかしいなと思ってさ。で、これやっぱダメなんちゃうなんて思って。で、また次覗いた時はちょっと膨らんでるわけだ。あれ、これやっぱいけんのかと思ってさ、もうすげえなと思って期待してたんだけど、焼き上がったらペチャってなってて。さっきの膨らんでたのなんだったのっていう感じでね、もう全然ペチャってなっちゃって、ダメじゃんと思って、ただ思ったよりもそうやってさ、変化があったから、あれこれもしかしていけんのっていうさ、変化があったんで、まあそれはちょっとね、驚きだったんで、やってみてよかったなっていう感じなんだけど、ただまあ結果はね、最終的にはペチャってなって、ペチャってなってたけど、自分が思ってたよりは、なんか見た目パンっぽい感じに出来上がってたのが、まあ、おお、すげえなと思ってね。んで、まあ、切ってみてさ。で、まあ、見た目的にはなんかね、ダメそう。ダメそうだな。これはパンではなさそうだなと思って、で、食べてみたんだけど、なんか、そう、そんなね、思ったよりはパンだった。もうどっちって感じなんだけどさ、もうどっちなのよって感じなんだけど、なんかね、思ったよりはパンだったんでね、意外とだからこれ蜂蜜かけたりね、あとピーナッツバターつけたりとかしたら、なんか美味しそうな感じだなって思ったんだよね。美味しそうな感じだなってさっき思ったんだけど、ふとさ、まあ米粉だから、米だからね、さゆりさんが言う、ご飯に蜂蜜かけて食べてますか状態だな、これは。って思ったね。だからこれ意外とご飯に蜂蜜かけたらうまいのかな。うまかったりすんじゃねえっていうね、錯覚に陥って。ねえ、よしさん、ジャスティス、雇われ仕事はダメでも、今はきちんと YouTube のお仕事されているではありませんか。そうなんですよ。ね。よくやってると思いますよ。よくやってると思いますよね。なんか YouTube はお仕事だと思ってない人が多いみたいだけど、世の中な。お仕事だよ。はい。ね、だから食っていけなかったにしたって、食っていけてないにしたって、仕事は仕事だよな。やってんじゃんって感じよな。ねえ、てんたまさん、よしーさん、こんばんは。よしーさんは引っ越されてもう落ち着かれた感じですか？ああね、まあ何回も行ったり来たりしてるね、家なんだから、まあ落ち着かれてんじゃないでしょうかね。初めてのお家ってわけではないんだろうからな。よしさん、YouTube 編集を、わずかに経験して、その大変さに驚きました。ね、そうだよね。自分で経験するとね、まあちょっとでもわかるとね、だいぶ世界見え方変わってくるよな。週に数本動画を上げる藤子さんはすごいと思います。そう、気違い。気違い。気が狂ってるとしか思えないね。もう気が狂ってるとしか言えないよ。てったまさん、米粉パン大成功。まあ、大をちょっと消したい。大をちょっと消したい。成功ぐらいかな。そうだから米粉でさ、ね、パンとかってさ、写真見るとさ、もうほんと強力粉で作ったパンみたいにふんわりした写真とか載ってるけど、いや、これ絶対嘘だろっていつも思ってて、なんかね、米粉入りのパンをなんか米粉パンって言ってるだけだろ。100%でこれは絶対できないよねって思ってたわけ。で、その米粉の種類でも、水穂力なんかみずほ力っていうのだと、なんか上手にできるっぽいんだよ。で、もらったやつはみずほ力ってとは書いてないわけ。なんかね、品種名っていうのかな、米の品種名については書かれてないんで、どうかなって思ってたんだけど、ただそのね、山梨だったっけ？山梨の
米粉みたいなのが書かれて、で、それで検索してみたんだよね。検索してみたら、どうやらね、それで作ったパンが、なんかね、本当にパンみたいに出来上がってるような、なんか写真かながあったから、あ、じゃあそのみずほ力っていうのと、このね、山梨の、米粉だったら、パンができるっていうことなのかねと思って、じゃあちょっとやってみたいよねって思って、あ、やってみました。やってみましたが、案の定ダメでした。てんたまさん、ヨッシーさんの切実なご意見が心に響きます。ね、そうそう。ね、ちょっと触れるとね、だいぶわかるよね。あ、そっか、こんなことになってたんだな、知らなかったなっていうのね、わかるよね。開けるよね、世界がね。ユミさん、こんばんはです。昔、米粉ピザ作りにハマってました。今度パン作りたいです。ああね、そう、ピザだったらまあいいかなっていうふうに思ったよね。食パンだとちょっとね、高さを出さなきゃいけないけど、ピザだったらまあ別にね、高さ出さなくていいから、だから最初はピザとか、その米粉で、その2キロの米粉で、どのくらい持つかっていう、実験をしたかったわけ。実験をしたかったんだけど、いざ米粉を使おうかなっていう風に見たら、その製パン用って書いてあったんで、いや、ちょっとパンを作ってからにしたいなっていう風に思ってさ、ちょっとね、セーブしてたんだよね。で、もしピザじゃない、パンが作れるようだったらもったいないじゃんと思って、で、パンが作れるようだったらパン作ってね、で、まあ、それで生活するみたいな感じにして、で、もしパンが作れなかったら、まあ、米粉ピザなら多分大丈夫だろうと思って、ピザと、あと何かなみたいなね。なんかうどん作ってる写真もあったんだよ。ただ、うどんもさ、一緒っていうのなんだ、グルテンないからさ、くっつかないじゃんか、生地が。だからこれどうなってんのかなっていうのがさ、どうやって作ってんのかなと思って。うどん作れるようだったらね、なんかいいんだけど、いや、うどんも難しい気がすると思って。だから今日のはホームベーカリーにさ、材料突っ込んでお任せだったから、まあいいけどさ、ね、自分でうどんはさ、こねてさ、で、失敗したらさ、もうちょっと嫌だ。ちょっと嫌だからさ、と思って、って思ってんだよね。うどんは作れんのかなと思ってさ。そうで、この前ね、ふと思ったわけよ。パンを食べるのと、ね、うどんとかね、パスタとか食べるのと、どっちが体に悪いかなって思ったわけよね。だからどっちか選ぶとしたら、今後ね、分かればさ、まだマシな方を選ぶっていうこともできるから、どっちなのかなっていうのが分かんなかったわけよね。そしたら、まあ、その YouTube の動画のコメントに書いたわけよね。そしたら、パンの方は使ってる粉が強力粉だからグルテンが多いから、で、麺類の方は中力粉だからグルテンの量がね、強力粉に比べたら少ないから、多分パンが一番体に悪いと思うっていう話だったんだよね。で、あ、そっか、なるほどね、そうだなと思って、じゃあ今後パンかパスタかね、なんか麺類かってなった場合に、まあね、麺類を選ぶのがいいのかって、その時はふと思ったんだけど、ただね、思ったのが麺ってさ、粉の塊じゃん。で、パンはさ、膨らんでんじゃん。だから、なんだっけな、強力粉なんだけど、使われてる粉の量っていうの同じ体積に対して。は少なくなるわけじゃん。だけど麺はさ、もうほぼ米の塊だから、そう考えた場合に、どっち
結局どっちのがグルテン多いのダメなのみたいのがさ、なんかわかんないなと思って、ね、まあ、麺の方が使われてるものが、ま、ほぼね、粉と、あとは、ま、塩と、あとは、ま、油が使われたとしても、卵が使われたとしても、まあ、その程度かなっていうのが、まあ、パンだとね、いろいろ使われてんじゃん。自分が作ったものでなかった場合はさ、外で売られてるパンの場合はさ、なんかいろいろ入ってるわけじゃん。そう考えると、どっち結局どっちなんだろうなっていうね、答えが今わかんないんだけど、皆様のお考えはどうでしょうか？お書きください。はい、どうぞ。シンキングタイム。えーっと、よしさん、てんたまさん、落ち着いてはいないです。東京の自宅が狭いため、なるほどね。棚を作ったり、収納力、強化中でさ、なるほどね。まあ、棚もね、これから地震がね、頻発すると思われますので、ね、そういう対策をした棚だな。てんたまさん、ゆみさん、米粉でピザ作れたらヘルシーですね。ね、そうだ。お好み焼き作ったり、あとパンケーキ作ったりとかはしてるんで、まあ、ピザはいけるだろうな、なんとかって思うんだけど、うどんはさ、うどんはどうだろう、あれ、米粉は生地くっつかないからね、バラバラになっちゃうからさ、そこがな、できんのかなって思ってんだよね。だからさ、水豚とかも考えたんだけど、いや、米粉は生地くっつかないからさ、溶けちゃうもんね。だから水筒も無理だよねと思って。なので、まあ、別口でね、なんか一旦焼いて固まったやつを入れるとか、なんかせんべい汁みたいにしてさ、まあそういう手はあるかもしれないけど、生地をね、茹でてって固まるっていう現象は起きないはずだからさ、これはな、米粉で作れるものってなんかあんま思いつかないんだよねと思ってさ、思いを巡らしてるところなんだよね、今ね。米粉で何が作れますかね、皆さんは何が作れると思いますか？ゆみさん、米粉ピザは、簡単ヘルシーです。ね、そう、発酵の時間がいらないわけだから、結局はさ。ね、なんだこねたパンに比べたら簡単になるはずなんだよな。ね、てんたまさん、自説ですが、いい小麦は体に残らないんですよ。なるほど。安い小麦は体に残っちゃうので、高くてもいいパン食べてください。なるほどね。なるほどね。小麦の種類な。確かにそれもあるよね。そうだな。いい小麦か。なるほどな。で、そうだから、国産の小麦は、まあ、選ぶようにはしてるんだけどっていうね、ところだよな。あと今日もう一個やったのは、もち米買ってきたじゃんか。だから米がないならもち米を食えばいいじゃないか。米がないならもち米を食えばいいじゃないか。だから両方ともいっぺんに始めちゃったもんだからさ、なんか食べるものが多くて。食べるも多くて、しまった。ちょっと食べなきゃいけないものが多いぞ、まいったな、みたいなね、感じで。で、今日はお腹空いてたんでさ、帰ってきて。で、早速それやってさ、まずは、もち米ね。なんか、うるち米だと水に浸水してから炊く必要があるんだけど、もち米は水に浸水する必要がないんだって。だからまあ、本当はさ、研いでから、炊く必要があるんだろうと思うけど、まあ、そんなにお手軽ならね、どこまでもお手軽に行こうと思って、もうね、鍋にもち米入れて、同量の水入れて、で、炊いてみたわけよね。ただ浸水してないからどうだろう、これ水足りなくなるかななんて思って、ちょっとそれがね、
懸念されたんだけど。で、鍋がさ、炊いてる間全然静かで、おかしいな。おかしいな、様子がおかしいなと思って。なんか静かだな、これ炊けてんのかなっていう感じだったんだよね。で、あ、そっか、水がもしかして足りなくて、で、焦げついてるみたいな、そんな感じだったのかななんて思ったんだけど、まあ、鍋開けてみたら普通に美味しそうに炊けてたわけよ。で、あ、なんだ、炊けてんじゃんと思って、炊けてんじゃんと思ったんだけどさ、で、見た目は普通に米みたいで美味しそうだからさ、いいじゃんと思って、で、納豆はさ、今日さ、朝お腹が空いて食べちゃったのね。常にお腹空いてるのな。もう朝お腹が空いて仕方がなくて、なんかもう何食べたらいいのわかんないと思って。もういや、納豆食べちゃうと思って、納豆食べちゃったんだよね。で、今日はもう納豆食べちゃってなかったんで、じゃあとりあえず卵かけご飯だなと思って、で、卵かけご飯にしてみたわけよね。もち米卵かけご飯。にしたら、なんかね、もち米の炊き方間違えたみたい。もち米のね、炊き方間違えたみたいなんだよね。なんかやっぱりちゃんと研いでから、ゆすいでから炊かないとどうやらダメだったっぽいっていうのを今日はね、一つ覚えましたよ。なので、まあ今日はちょっとそのご飯だけでお腹いっぱいなんでもう食べれないんで、明日以降な。明日以降はちゃんともち米をね、洗ってから炊いて、で、食してみようと思いました。ね、皆様はもち米を炊いたことはありますでしょうか？ね、でね、その米の味が強いっていうの、だから、あ、なんで研ぐのかなって思ったわけよ。なんで、私はいつも白米の時も、研がないわけよね。まあ、浸水はさせなきゃあれなんで、浸水はさせるんだけど、あの、なんだ、研がずに水につけて、で、それを捨てて、でね、計量した水を入れて、で、炊くっていう感じなんでさ。米がなんか、なんで研ぐのかなっていうのが分かんなかったんだよね。で、やっぱり昔テレビって見た時、なんか昔の米はほんとに研がないとまずいから、食べれないから、で、研いでて、で、それから炊いて食べる必要があったんだけど、今の米は精米の技術が発達してるんで、全然ね、研ぐ必要ないんだよねっていうのを見たことがあって、あ、なんだ、やっぱりそうなのかと思ってさ。で、それっきりずっと私は米は、研がずに食べてるわけよね。で、今まで特にさ、問題なかったんだけど、今日食べた、もち米でさ、あ、米が臭いってこういうことか。米臭いってこれの匂いのことかと思って、あ、確かになって思って、これはちょっと食べるのに邪魔な感じよねって思って、なんかね、卵かけご飯の卵のね、味が全然しないっていうの、その米の味しかしないわけよね。なんか米の味って言うと美味しそうだけど、そうじゃなくてなんだろう、ぬかの味っていうのかね。なんかね、匂いが強すぎて、あ、これちょっとダメだなって思って、でね、なんだっけ、サルカニ合戦のふりかけをかけて、で、食べたら、まあ、美味しくなったよ。よかったよ、みたいなね、感じで、ちょっと濃い味のものでないと、今日炊いたもち米は食べれなそうだったんで、だからその後今度はカレーさ、この前買ってきたさ、ね、備蓄用と思って、ね、我慢して、妥協して買ったレトルトのカレーをさ、温めてさ、で、かけて食べて、で、もうお腹いっぱいだよっていう状態なんだけどさ、そのレトルトのカレーがさ、
パウチのカレーだと思ったんだよね。シルバーのなんだっけ、アルミの袋っていうのに入ってるカレーだと思って買ったんだけど、いざ今日袋開けてみたらさ、ビニールの袋っていうのかな、アルミの袋ではなくって、中身がね、透けて見える感じっていうの、中に何が入ってるか分かるっていうか、それ、だからそのまま袋のまんまレンジにかけて、いいよっていうタイプの袋だったんで、じゃあこれちょっとね、強度に欠けるなと思って、強度というか、まあ、その保存するのにね、ちょっとあんまり向かない感じのカレーだなと思ってさ、いや、まあ、それ開けたおかげで分かったから、まあ、良かったと言えば良かったんだけど、もうさらにがっかり。さらにがっかりよ、みたいな。ただまあ、それ買ってあったおかげで今日ね、カレーかけて食べることができたから、まあ良かったと言えば良かったけどね、みたいな。そんな感じで、今日はいっぱい米を、結局米ない言いながら、米ない言いながらね、なんか今日はいつもより米の摂取量が多かったなっていう感じね。逆引き寄せの法則だな、これな。吉井さん、手作り米粉ピザは美味しいでしょうね。美味しそうだよね。そんな創作料理を作れる人は尊敬します。私には無理ですから、そう、私も多分ね、米粉ピザは、なんかね、失敗しそう。失敗しそうな気がする。だから、ユミさんが作った米粉ピザは美味しそうだな。ねえ、てんたまさん、もち米混ぜたご飯が一番。もち麦でした。ああね、そう。だから、もち米だけじゃなくて、そのもち麦だけとかも混ぜた方のが、まあ、よりね、うるち米普通に炊いた米に近くなるんだろうなと思ったけど、まあね、ひとまずはもち米で。もち米でね、やってみようみたいな感じでね、もち米だけ今日は買ったんだよね。てんたまさん、米粉ピザ食べたことない。どうなんだろうな、あるかもしれないし、記憶にない。でもほら、ピザ自体をあんまり食べることないから、ないかもしれないな。カニタンさん、ジュルルジャスティース、ありがとうございます。本日も飯テロでございますよ。だから、あれ、なんだっけ、ビュッフェをさ、まあ、時々行くじゃんか。で、ビュッフェのところで、まあ、もしね、米粉ピザとかだったとしたら、食べたことあるかもしれないみたいな、そんな感じかな。でもまあ、多分米粉じゃなくて、普通のね、小麦粉のピザだったんじゃないかなと思うけどね。てんたまさん、自分は一応3回、研いでますね。そうね、大概の人はみんな研ぐよね。私は、宇宙一のズボラなんでな。もうズボれるところはとことんズボるよ。で、今日は失敗してるっていう感じ。カニタンさん、こんばんは。カニタンさん、てんたまさん、こんばんは。よしさん、米に麦を入れると美味しいので美味しそうだな。米と麦を5対5で炊いたら、匂いがして美味しくなかったです。適量なんで、やっぱりな。ちょっと入れるから、なんか風味が増して美味しいんだけど、入れすぎるとちょっとその風味邪魔だよみたいな、そういうことになるんだろうな、きっとな。てんたまさん、よしさん、刑務所でも麦は、3割ですよ。そうなんだ。刑務所のご飯って3割麦入ってんだ。へえ、そうなんだね。そう、栄養バランスがさ、いいからさ、ね、刑務所の人の方が多分健康でね、長生きすると思うよな。よしさん、刑務所は麦3割。
それは辛いかも。辛いの？麦3割辛い。5割で辛かったから3割でも辛いんじゃねっていう話か。じゃあちょこっと、1割程度が一番いい感じかね。で、まあ欲張ったところで2割が限度みたいな。で、3割だと刑務所っていう。そんなレベル？結構じゃあ匂いするのか。匂いがしてって言ってるもんね。匂いだよね。麦はね、経験ないかな。麦、でも、もち麦は食べたことあるな。もち麦は食べたことあるけど、麦はさらにもち麦よりも、なんだろう、香りが強いみたいな感じになるのかね。てんたまさん、よしさん。刑務所フェスで、刑務所飯が食べられるらしいです。刑務所フェスっていうのがあるのか。それはちょっと食べてみたいな。なんか前に見たその刑務所のさ、食事が、なんか焼き魚とご飯と味噌汁と、まあ漬物とかなんかそんな感じで、なんか豪華だなと思ってさ、お汁はね、普通に定食でランチで食べようとしたら、1500円ぐらいする感じじゃんと思って、いいな、美味しそうだなって思ってたんだよね。だからさ、いいな。食べたい。食べたいよと思うよ。それがもち麦を食べたことがなくって、で、もち麦だから、まあちょっと癖あるから好き嫌いあるかもしれないけど大丈夫かしらみたいな感じに言って、なんかもらったことがあって、いや、そうなのなんつってさ、そんなになんかね、まずいっていうかね、独特なのって言うと、まあ、ちょっとね、なんて風に言われててさ、あんまりにも言うからさ、そんなに癖があるもんなのかななんて思ったんだけど、なんか特にそんななんかね、あ注意しなきゃならないぐらいな感じではなかったんだよね。まあ、部全部もち麦、100%もち麦だと、ちょっとあんまりね、美味しくないのかもしれないけどな、香りは別になんか臭いとかいうのはなかったな。まあ、若干なんかね、米ではない匂いがしたかもしれないっていう感じだけど、特になんかね、気にするあれでもなかったよな。テンタムさん、前に見た動画で、刑務所の食事が弁当で、700円くらいで販売されてて、完売でしたね。あ、そうなんだ。刑務所弁当っていうのもあんだ。そうなんだよ。だってさ、それ見た限りだったら、普段の自分がしてる食事よりも全然ね、はるかにさ、豪華だからさ、いや、こんな健康的な食事してたら、そりゃ長生きするでしょ。ねえ、みたいな感じだったよ。ヨッシーさん、刑務所フェスティバル、そんなのあるのですね。行ってみたいかもね。知らなかったよね。いや、また今日も貴重な情報ありがとうございます。また楽しみが一個増えちゃったな。というわけで。本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、また戻ってこないな。お開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。いや、猫どこ行っちゃったかなと思ってさ、いつも通りのとこにいたんだな。で、猫の姿が物足りなかったよって方は、このチャンネルには猫の動画がいっぱいありますので、そちらを全部見といていただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。歌がそこにいて、でゆりかん最近ライブの時はそこにいて、でたまちゃんがそこにいて、だから多分まちゃとぐーちゃんはまたくっついたちいいんじゃないかなと思います。というわけで、本日もお付き合いありがとうございました。
次回も見てくれるかな？はーい。いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。